僕が YouTube の撮影で最も使っている機材の一つ、インスタ360 360度カメラでございます。今回はその中でも一番気に入っているこのインスタ 360X3、 こちらを使って皆さんどうやって撮影してるのっていうのをですね、洗いざらし皆さんにお伝えしていこうかなと思います。自転車と360度カメラ、とにかく相性がいいです。僕はもう360度カメラを使い続けて数年になるんですけども、これなしじゃもうやっていけません。それぐらい気に入っております。今回はどういったところが相性がいいのか、そして相性のいいアクセサリーとか、僕が気に入っているアクセサリー、マストバイなアクセサリーなども含めてですね、皆さんにね共有していきたいと思います。これを見れば絶対に自転車動画のレベルがぐっと上がります。こういったスマートフォンでもですね、今めちゃめちゃ綺麗な映像を撮れます。 4K も全然撮れるし、手ブレ補正もかなり強力になっております。ただ自転車動画に関してはスマートフォンの手ブレ補正機能、またはミラーレス一眼の手ブレ補正機能ではフォローしきれないほどですね、細かいブレ、大きな激しいブレっていうのがねたくさんあります。そういったシチュエーションでも強力な手ブレ補正機能がついていて、ブレを一切感じさせないようなカメラっていうのがこういうアクションカメラなわけですね。アクションカメラの手ブレ補正機能っていうのは非常に強力なので、走っていてとても安心感があります。そして防水機能、スマートフォンにもね今防水機能ついてますよね。はい、アクションカメラにももちろんついてます。インスタ 360X3 にも当然防水機能ついていて、裸の状態、この本体だけで水深 10m まで潜ることができるんですけども、厄介なのがタッチ操作です。スマートフォンも雨とかに濡れても全然ね壊れないんですけども、タッチ操作が思うようにできなくなっちゃうんですよね。非常にですね操作がしにくくなってしまいます。しっかりと拭いてからタッチしないといけないですね。対してこのですね X3 に関しては非常に強力なガラスのディスプレイがついてるんですけども、やはりこちらもですね雨に濡れてしまうとちょっと操作がしにくくなってしまうということで、物理ボタンもしっかりと準備されてますので、電源のオンオフ、またはあらかじめですね設定しておいた撮影の設定方法を呼び出すボタンですね、このクイックボタン、そして録画ボタン、カメラと動画のモードを切り替えるボタンだったり、外向き内向きをですね映す画面を切り替えるボタンなど、物理ボタンがねしっかりとついてますので、たとえ雨に濡れたとしても操作はね可能でございます。はい、これ非常にありがたいね。そしてなんといってもインスタ360 360度カメラの僕が最も気に入っているところはですね、アングルを気にしなくていいところです。スマートフォンとかも同じです。アクションカメラも同じです。こうやってねアングルを気にしないといけないですよね。アクションカメラもこうやって胸につけた時に下すぎたり上すぎたりしないようにね、ちょうどいいところを探すと思います。360度カメラはそういうことしなくていいです。この X3 に関しては360度撮影モードと 4K シングルレンズモードというものがあります。360度カメラに関してはカメラがこのようになってたとしても、このようになってたとしても、こうなってたとしても、自分の好きな画角、好きな部分をですね傾きの補正とかも全部後から編集することができますので、撮影する時にとても楽、余計なこと考えなくていいので、普通に手持ちで歩く分にはですね画面を確認しながら動画をねチェックすることができるんですけども、自転車の撮影に関してはこういったハンドルとかあちこちに取り付けます。走りに集中しなくちゃいけないので、正直今自分がどう映ってるかっていうのはですね確認してる余裕がないです。あんまりカメラとか画面にねどう映ってるかなって集中しすぎちゃうと前方不注意になってしまいますし、ちょっと危ないです。なので基本的には一回録画ボタンを押したらもう画面は見ない、走りに集中っていうのが基本的なスタイルになります。これはねバイクでの撮影も同じだと思いますけども、そういった時に
万が一アングルがねおかしな感じになってたら嫌ですよね。せっかく撮ったデータが自転車乗ってる時にハンドルばっか映ってますみたいな、逆に上すぎて空ばっか映ってしまうとですね、せっかくこの走ってる疾走感が伝えられなくてもったいないです。360度の映像ならとりあえず撮影さえしとけば後で自分の好きなアングルで調節することができますので、欲しい画角、欲しいシチュエーションだけを切り取ることができるっていうのはですね、とても助かっております。とはいえですね、360度の映像っていうのは自分でやはり編集しなくちゃいけません。正直編集したくないんだよね、めんどくさいよっていう人はですね 4K シングルレンズモードを使いましょう。使い方によっては全然こっちの方が楽です。例えばですけどもミーモードというやり方がおすすめです。ミーモードっていうのはですね、この X3 から新しく搭載された撮影方法で、この360度のレンズの下側を使って水平にずっとすることによって撮影する方法でございます。こうやってね水平にすることで常に自分が映っている映像を残すことができます。360度の編集をすることなくですね、普通の MP4 のファイルでまるでね360度で撮ったかのような撮影を残すことができます。このインスタ360カメラ本体はもちろん重要なんですけども、それと同じぐらい重要なのがこういったアクセサリーですね。このインスタ 360X3 と相性のいいアイテム、アクセサリー、そして僕が気に入ってるアイテム、マストバイのアイテム全てねまとめましたので、ぜひチェックしてみてください。ハンドルバーマウントでございます。自転車のハンドルに取り付けて使うマウントでございます。これはね結構よくできてるのでマストバイでもいいと思います。非常にこれは優秀です。普段ね僕がこう自撮りスタイルでよくね撮影してると思うんですけども、自撮りスタイルで撮影する時はこれを使うこともね結構多いです。ハンドルをクリップするここの部分ですね、ハンドルが傷つかないように内側にクッションが仕込まれてるんですよね。はい、もうこれを作った人は完全に自転車好きでしょうね。角度もしっかりと調整ができます。カチッカチッとクリック感のある角度で自分の任意の角度に調整することができます。そしてこのマウントのいいところは上と下にですねさらにマウントを取り付けることができます。例えばここに取り付けるためのスマートフォンのホルダーをねつけてカチャッとスマートフォンをつけるのもよし、サイクルコンピューターつけるのもよし、下にはですねライトをつけたりすることによってハンドル周りが少しでもすっきりするような作りになってます。これ非常によくできてます。作り手の思いというか、かなりサイクリストのことをよく分かってるなと思います。多分これを作った人は相当自転車好きでしょうね。さあこちらはですねシートポストマウントです。これね最近出たやつですね、非常によくできてます。シートポストに固定して自分の姿をね後ろからこう撮影したりとか、またはね後続車をね撮影するのに使えます。これね自撮り棒もねビヨーンと伸びるので結構ですね後ろから撮影することができます。これを自撮り棒を伸ばしたとしてもですね大丈夫なぐらい非常に頑丈な作りになってます。角度もですね先ほどのハンドルバーマウントと同じように自由にね設置することができますので、自分好みの角度にねやるといいんじゃないかなと思います。こちらもですねやはり自転車乗りのことをよく分かってて、シートポストが傷つかないように内側にクッションがついていたりとかしてますので、見た目もですねあまりこうごつすぎず、よく撮影する人なんかですねこの自撮り棒だけ取って基本的にはもうつけっぱみたいなスタイルも悪くないかもしれませんね。これとハンドルバーマウント2つ用意しておけば、あとはこのね見えない自撮り棒を用意するだけでハンドルにつけた時はすぐに、取り付けることができて、一回外して次後ろから撮ろうかなってなった時にまたくるくるこうやってつければ簡単にねいろんな映像を撮ることができるので、この2つはですねロードバイクで撮影する時はマストバイと言っていいほどですね便利なアイテムでございます。バイトマウントです。こちらはインスタ360の純正のアクセサリーではないのですが、プロスタンダードというものになります。お湯にねちょっとつけて柔らかくして自分の歯型と同じ型を作ってですね歯でグッと噛んで支えるタイプの
マウントになります。マウスピースみたいな感じですね。使うアイテムはバイトマウントとインスタ360とバイトマウントをつなぐためのマウントですね。計3つ使うことで撮影することができます。このマウントの特徴はとにかく楽に手早く出したりしまったりするのにとても適してます。自分の口で支えて走るので、例えば右向いたら映像も右向きますし、左向いたら左向きます。上向いたら上、下向いたら下ということで、自分の目線と同じ映像を撮ることができます。自分の首の動きとね同じ動きをするので、非常にリアリティがありますね。もっとちっちゃくしようと思えばですね、ここを曲げることでグッとさらにちっちゃくすることができますので、携帯性に優れてます。例えば自転車のバックポケットにスッと入れたりとか、カーゴビブにスッと入れたりするのにとてもいいです。重量も軽くてかさばらない。弱点を言うとですね、加えた時にちょっともごもごしちゃいます。はい。なので音声も記録したい場合は何ていうんですかね、もごもご声が入ってしまうのが弱点でございます。そういうのが気になる人は音声を全部カットして BGM なんかを入れてね、かっこよく仕上げるといいんじゃないかなと思います。さあ続きまして定番のチェストマウントです。使っている人多いんじゃないでしょうか。映像的にはバイトマウントよりもさらに位置は下になるので、よりですねローアングルでダイナミックな映像が撮れます。バイクのハンドルとか腕とか、そして景色っていうですね、近いものと遠いものがね一緒に入ってくるので、非常に遠近感のある映像が撮れるのが特徴でございます。安定感も抜群で、ブレもねしっかりと抑えてくれるのが特徴ですね。弱点はですね、やはり胸の締め付け感がありますね。そしてバイトマウントと比べてやはりかさばりますね。正直、自転車のバックポケットには入れるにはかなり難しい。自分はもう映らないです、あくまでも撮る側ですみたいな、これも基本つけっぱでいいですみたいな時は活躍しますけども、それ以外はバイトマウントがいいと思います。さあ続きましてインスタ360と外部マイクを接続するためのこちらのパーツ、これですね、ここにつけます。パチッと。これで外部マイクで音を収録することができます。手持ちでね撮影する分には全く問題ないんですけども、30キロ40キロっていうね高速域、路面からの振動音っていうのはですね、さすがの X3 でも抑えきることができません。そういう時に役立つのがワイヤレスマイクですね。ワイヤレスマイクを使って外部マイク接続をして音声をこの中にね入れることによって、風切り音や路面からの振動音をカットしてクリアな音声をしっかりと残しつつ、綺麗な映像も合わせて残すと真骨頂アイテムがこの小さなパーツでございます。ウランジの PT20 というものでございます。これとロードのワイヤレス GO2 というですねワイヤレスマイクを使うことによって今言ったことが実現できます。もうよくわかんないなっていう人はですね、映像を見ればわかると思います。試してみてみてください。さあ今インスタ360何もつけてない状態で走ってます。カメラとワイヤレスマイクアダプター、そしてロードのワイヤレスマイク GO2 をつけた状態で撮影してます。音声の違いいかがでしょうか。結構違うんじゃないかなと思います。シートポストマウントにカメラを取り付けた状態でワイヤレスマイクでマイクを接続しております。アフレコじゃないですからね、ちゃんと私喋ってます。本来であれば音声はおそらく入れるのはかなり難しいシチュエーションですけども、外部マイクワイヤレスマイクを使うことで綺麗な音声をね映像と一緒に残すことができます。グラベルです。グラベルも何のそのグラベルも何のそのグラベルも何のその太いタイヤ入ってますよと。そしてこの加速余裕です。余裕です。先輩余裕です。ワイヤレスマイクを使うことで自転車動画がぐっとねクオリティ上がった感じしませんか。非常にですね優秀なアクセサリーになります。インスタ360のオフィシャルサイトから購入することができます。このねマイクも忘れずに購入していてくださいね。この2点セットでございます。今回はですねこちらインスタ 360X3 を使って自転車動画の作り方、相性のいいアクセサリー、マストバイのアクセサリーをですね
ご紹介させていただきました。360度カメラで自転車動画を作りたいっていう方はですね、ぜひ参考にしてみてください。もしもね役に立ったという方はグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画をお楽しみに。